それでは 12au7 シングル DC アンプの製作第3回目の中編スタートしたいと思います。前回までですね、ケースの穴開け加工を行いましたので、普通の手順であれば次はケースの塗装になるんですけれども、今回非常に小さなケースに組み入れるという試みをやっていますので、少し手順を前後入れ替えまして、真空管の、ところに近いところにある部品、抵抗コンデンサー、そういったものをですね、真空管ソケットに取り付ける作業、こちらを今回行いたいと思います。さらにそれに先立ちまして、今ご覧いただいているのはラフ設計のバージョン1なんですけれども、主にこの辺りのですね抵抗なんですけれども、少し対ワット数的にですね余裕を見たものを記していたんですけれども、今回小さめのケースに組み入れるということで、少しでもですね場所の余裕を確保したいということで、より適切な値に書き換えました。こちらですねバージョン2ということで、ここら辺のですね抵抗の値のワット数が少し小さくなっているのをご確認いただけるんじゃないかと思います。さらにですねこの回路図の中で、今青い点線で囲っているあたりの部品、これを真空管ソケットの足のところにですね直接取り付ける作業というのを今回行っていきたいと思います。それではご覧ください。はい、ご覧いただいてますように、ケースに本来あるべき向きとは全く逆でですね、真空管のソケットを取り付けています。これ将来的にですね、もしこちら側にそのソケットの足が出てきて、ハンダ付けを、細かいハンダ付けをしようとするとですね、例えばこういうケースの、横板みたいなところがですね、邪魔になってきて、なかなか作業性が良くないということで、この段階で、このケースを作業台に見立ててですね、真空管ソケットを本来使う方向の逆に固定して、こうやってハンダ付け作業をしていきたいというふうに思うんですけれども、その時の、コツというかですね、ちょっとした tips ですけれども、ここに盛大にボルトがですね、飛び出てますけれども、これ逆の方向にボルトをつけますとですね、一生懸命作業していると、ボルトのことを忘れてしまってですね、このボルトの真上の部分にも、抵抗ですとかコンデンサーを配置して、後で外そうとなった時に、あれこれ、部品に干渉してソケットが外せないぞということになってしまうんですね。なので、わざとこういうふうにボルトの足をニョキッと伸ばしてですね、存在感をアピールして、ここにはボルトとナットがいるんですよというアピールをして、そこに抵抗やコンデンサーの部品が重ならないように、ここで立体的に配線していくという目印のためにですね、ニョキッとボルトの足を伸ばした状態で作業していきたいと思います。はい、それではですね、実際にハンダ付けの作業を進めていきたいと思います。はい、ご覧いただいているように、ソケット周りの部品のハンダ付けが完了しました。で今はですね、このハンダ付けをした部品が、ケースの外側に出ている状態ですので、この後ですね、一回ナットを外して、正しい向きにつけて、干渉をするところがないか、チェックしていきたいと思います。はい、真空管のソケットを本来の向きに取り付け直しました。では開けてみますと、はい、こういう感じでですね、特にどこかに当たっている、干渉しているというようなこともなさそうです。またですね、下のケースの中には出力トランセスとかチョークコイル入れてますけれども、そこと当たっているということもないようですので、第一段階クリアかなということですね。この先、ちゃんとこの小さな箱に組み入れることができるか、まだまだ不安はありますけれども、第一段階クリアということで、このソケットをですね、外しまして、ケースの塗装の作業ですね、そちらに移っていきたいと思います。